ラティアスリサーチ解説、ジャースパルと申します。ついにラティアスリサーチの詳細が発表されましたので、皆さんと一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。今回もかなりの注意点や知っておいてほしいポイントがありますので、ぜひしっかりと予習してラティアスリサーチ楽しんでいきましょう。それでは参ります。ということで、イベントラティアスリサーチ、若草本島など一部のエリアで高速で飛ぶ赤い影を見たと報告がありました。赤い影の行く先では古びた庭園のような場所が見つかり、付近のエリアでは伝説のポケモンラティアスの落とし物であるラティアスの羽毛が見つかったとのことです。どうやらラティアスはこの古びた庭園のような場所に興味を示しているようです。ということで、ここには一体何があるんでしょうね。ネロリ博士によれば、睡眠リサーチを行いラティアスの羽毛をたくさん集めることでラティアスの睡眠生態に関する研究を進めることができるとのこと。イベント交換所で集めたラティアスの羽毛を新しい道具ラティアスのお香やラティアスサブレと交換し、ラティアスに出会いましょう。ラティアスは普段伝説のポケモンラティオスと一緒にいることの多いポケモンです。今はまだラティアスの痕跡しか見つかっていませんが、いつかラティオスの痕跡も発見される時が来るかもしれません。その時はラティオスと深いつながりのあるラティアスの力が調査の助けになりそうです。ということで、もしかすると今回ゲットできるラティアスがラティオスリサーチで何かしら力を貸してくれたり、眠気パワー 1.2 倍になったりとかするのかもしれませんね。さあ、そんなわけで概要です。2週間続くこのイベントでは、睡眠リサーチで伝説のポケモンのラティアスが初登場し、集中してリサーチできる特別な期間です。イベント期間中、ラティアスの羽毛を集めるとイベント交換所でラティアスのお香やラティアスサブレと交換することができます。ラティアスのお香を使ってラティアスの様々な寝顔をリサーチしましょう。お楽しみに。ということで、これまでの伝説系イベントと同じような落とし物を集めてお香やサブレと交換していくタイプの、そんなイベントとなるみたいなので、今までにね、一度でもラティアス伝説系のイベントをプレイしたことのある方であれば、すんなりね、どういう感じなのかっていうのがね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。さあ、そして開催期間なんですが、1週目4月6日からの1週間と2週目4月13日からの1週間、合計2週間開催となっております。現在ね、夢のかけらゲットウィークが行われているんですが、その後にポケモンピックアップウィークスキルボリューム1オンバットたちが初登場するやつがあって、その後1週間の準備期間を経てこのラティアスリサーチとなりますので、もう間もなくラティアス登場します。もう間もなく4月6日から2週間開催となります。そしてここも大きなポイントですね。開催フィールド、若草本島、ラピスラズリ湖畔、アンバー渓谷、若草本島 EX の4フィールドでのみの開催となります。若草、ラピス、アンバー EX のみでの開催となります。他のフィールドを一応行くことはできますし、確かねミッションかなんかも受けることができたかなと思うんですが、基本的にもうこの4フィールドに行ってくださいね。どうしてもラティアスが嫌いだという方のみこれ以外のねフィールドに行っていただけたらなと思うんですけれども、もう基本的には若草、ラピス、アンバー EX の4フィールドに行ってもらう形となるかなと思います。ここね、ラピスとアンバーは木の実が固定になりそうだなと思うので、ちょっとね戦略的にもどこに行くのか今のうちから考えていかないといけなそうですね。開催フィールド、若草、ラピス、アンバー EX の4フィールドです。そしてミッションございます。こちらもね1週目2週目とあるんですけれども、昨年のクレセリア対ダークライの時のミッション内容こんな感じとなっていました。基本的に報酬はすべて羽毛と落とし物ということになっているので、ここでミッションでもしっかり落とし物を稼ごうねという感じになってます。2週間目のミッションでカビゴンをマスターさんにしようとかもあるんですけど、これ初心者の方でもほぼほぼクリアできるはずなので、特にね怖がらずにいいんじゃないかなと思います。ミッション2週間分、基本的にはラティアスの羽毛が手に入るものと思われます。そしてイベント交換所ございます。これね、交換所は全てのフィールドで使用できますと書かれておりまして、ラティアスリサーチが終わった後の水曜日までこの交換所って生き残ってるんですよね。なのでイベントが終わってから、例えばじゃあトープ洞窟に行きますみたいな、今回のね開催フィールドじゃないところに行ってもイベント交換所は終わった次の水曜日までは空いているよということになっていますが、終わった翌週もねラティアスが出現するフィールドに行くと、まだギリギリまで最後の最後までラティアスのお香を
使ってまた交換して使って交換してということもできたりするので、そういったところもねちょっとだけ注目してみてほしいなとは思います。ってことでイベント交換所はイベントが終わった後の水曜日まで開放されております。そしてこちらクレセリア対ダークライイベントの時のイベント交換所のアイテムラインナップはこんな感じとなっておりました。その時はクレセリアのお香が全部で10個11個ほど交換できるような感じになっていましたが、来光炎帝水訓リサーチの時は3体分含めてもうちょっとお香交換できたりとかしていたので、それがどうなるんだろうなという感じですが、一応お香は11個ぐらいは交換できそうだぞという感じです。一応ねパルくらいのリサーチャーであればお香は全て交換するということが可能になっていたのが昨年までのイベントとなっております。そんな感じでだいたいイベント交換所こんな感じになってるのかなと思います。クレセリアの時はねスパータイプの飴 S なんかがあったんですけど、もしかしたらこれがドラゴンタイプの飴とかになってるかもしれませんし、スキルのポケモン特攻なのでメインスキルの種が2個あったりとかしますでしょうかね。月の石がなくなってる分なんかそういうことになってったら嬉しいなというところでしょうかね。そんなイベント交換所となっております。さあそれではボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において得意なものスキルのお手伝いポケモンが通常お手伝いで食材を拾ってきた場合食材プラス1個。この通常のお手伝いというのはお手伝いブーストやサポート、いつの間に育成ではない通常のお手伝いということになります。そして得意なものスキルのお手伝いポケモンのメインスキル発生確率 1.25 倍。期間限定イベント交換所が使用可能。睡眠リサーチでイベントアイテムを獲得できる1日1回のみ。こちら1日1回のみで、例えば他のフィールドにね行ってしまうとこういったボーナスが受けられないという感じになります。そして睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、後ほど紹介しますがスキルのポケモンたちですね。そしてその日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現となっております。睡眠タイプごちゃ混ぜの闇鍋です。さあそして1周目のボーナス追加でかかる分見ていきたいと思います。まず1周目は先ほどまでのボーナスに加えて得意なものスキルのお手伝いポケモンの最大所持数プラス8となります。これは食材、集める食材の数がプラス1個される分を補填していると見るのがいいのかなと思いますね。最大所持数プラス8となっているので寝ている間も、そんなにねスキルの発動確率自体は下げないように調整してくれてるという感じかなと思います。そして得意なものスキルのお手伝いポケモンのメインスキル発動時にメインスキルのレベルプラス2です。控えめな感じとなっておりますが、2周目がねもうやけくそなんですよね。見ていきましょう。2周目のボーナス、先ほどまでの食材プラス1個やメインスキル発生確率 1.25 倍に加えて得意なものスキルのお手伝いポケモンの最大所持数プラス15ね、1周目よりも多くなって得意なものスキルのお手伝いポケモンが通常のお手伝いで拾ってきた場合木の実プラス1個ということではちゃめちゃですで木の実プラス1個になると食材もプラス1個なので最大処理数プラス15じゃ足りなそうな気はするので、2周目はもしかすると寝ている間のスキル発動確率は若干下がるというようなこともちょっと想像できますが、木の実プラス1個ではちゃめちゃとなっております。そして得意なものスキルのお手伝いポケモンのメインスキル発動時にメインスキルのレベルプラス5ということで、ここもはちゃめちゃですね。もう進化しただけの岩パレスとか進化しただけのオンバーンとかがスキルレベル7で活躍してもらえたりしますし、それこそラティアスを1周目にゲットして2周目に編成するだけでスキルレベル6で活躍してもらえるみたいなこともありますので、ここのスキルレベルプラス5はかなり大きいボーナスなんじゃないかなと思います。ぜひねこれを駆使してプレイしていきましょう。そして大きいカビゴンが登場し一定のエナジーからカビゴン育成が開始されるということで、2周目は最初から眠気パワーがエナジーが若干盛られた状態でスタートします。で前回来光炎帝水訓リサーチがあった時には若草 EX まで開放されていて、もうここでね大きいカビゴンがって言っちゃってるので、ノーマルのカビゴンだと小さいカビゴンのままなので、若草 EX スーパー1のエナジーを基準としておそらく
2周目のスタートのエナジーが決定されているものと思われます。若草 EX スーパー1は30万9675エナジーとなっているので、ほぼ31万エナジーなんですよね。おそらく全員2周目はここからスタートするものと思われます。これが若草マスター4に相当しますので、若草マスター5ぐらいまでなら本当の始めたてのプレイヤーでも余裕で到達することが可能だろうと思われますので、基本的にミッションのマスター〇〇に到達するみたいなミッションはクリアできるものと思われます。またイベントのボーナスがこんな感じになりまして、食材がプラスされるボーナスとスキル確率がプラスされるボーナスがすでにありますので、 EX に行った際は EX のランダムボーナスは好みの木の実のエナジー2倍ではなく 2.4 倍がほぼ確定で選ばれるものと思います。2週間目はね、拾ってくる木の実プラス1個はあるんですけど、これは木の実エナジー 2. 何倍のボーナスではないので、もう EX は2週間とも好みの木の実エナジー2倍ではなく 2.4 倍確定かなと思われます。そんな感じの、特に2周目がはちゃめちゃやってる木の実プラス1個まであるイベントボーナスとなっております。ここなかなかはちゃめちゃですよね。後ほどね、相性の良さそうなポケモンとかもね見ていきたいかなと思います。そして最後のボーナス、2週目の最終日4月19日日曜日は眠気パワーが 1.5 倍になるというボーナスもあります。このタイミングで例えば EX に行って EX でのラティアスの星3ネガオを探そうとか、そういったことにも使えるかもしれない眠気パワー 1.5 倍が2週目の最終日にあります。以上の豪華なボーナスとなっておりますが、ここにね、木の実関連のボーナスは全くないんですよね。ちょっと語弊がありました。木の実が固定になる的な、ランダムになる的な文言が一切書かれていないので、おそらくフィールド準拠になるんじゃないかなと思います。例えば昨年までのクレセリアイベントとかであれば、エスパータイプの木の実確定で、他はどこのフィールドに行っていたとしてもランダムみたいな感じになってたんですけど、今回はおそらくフィールド準拠、ラピスラズリコハンであればエスパー格闘草タイプ、アンバー渓谷であれば虫毒ドラゴンタイプの木の実がそのまま適用されるものと思われます。そして若草系は木の実ガチャということになりそうですね。かなりね、大きなボーナスがかかりますし、特に EX は木の実エナジー 2.4 倍が適用されそうなので、この木の実ガチャ次第でラティアスリサーチの命運がある程度決まってくると言っても過言ではないのかもしれません。さあ、そんなわけでピックアップはね、軽く見ていこうかなと思います。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップラティアス、そして小ピックアップには特別なポケモンを除くスキルのポケモンの進化前の子たちが全てラインナップされております。伝説のポケモンやホリデーピカチュウみたいなポケモンたちを除いたスキルのポケモンの最も進化前のポケモンたちが全員小ピックアップに入っております。で、中ピックアップラティアスとなっているんですけれども、私昨年のライコーエンテ水訓リサーチの際に中ピックアップになっていたライコーを自力で見つけることはできないだろうかと思って、ゴールド9発電所で2週間お香をほとんど置かずに、ライコーが出てくる可能性のあるリサーチ以外はお香を置かずにリサーチしてたんですけれども、2週間で中ピックアップライコー0体という結果となりましたので、ラティアス中ピックアップって書いてあるんですけど、私はこれを一切信用しません私はなんですけどね、これを一切信用しないことにしているので、極力お香でラティアスを呼び出してプレイしようかなと思っておりますが、このピックアップ分割睡眠にも適用されるはずなので、めちゃめちゃエナジー稼げるぜっていう方はね、分割とかでラティアスをさらに狙っていくなんていうこともできるかなと思いますので、一応中ピックアップラティアス、そして小ピックアップスキルのポケモンたちとなっております。各フィールドで出会えるポケモンに関してはもうはちゃめちゃな感じになっております。はい、ということで、この辺はまたなんか来週どこ行くとかでね、別の動画とかで触れていこうかなと思いますが、このスキルのポケモンたちをリサーチした時にラティアスの羽毛がたくさんもらえるというようなことがあるので、とはいえどこのフィールドもかなりの数スキルのポケモン自体はいるので、どこ行ってもそんなに差はないんじゃないかなとは思いますね。
一応ラピスに行くとラルトスが出てきたりだとか、アンバーに行くと石住まいが出てきたりだとか、若草 EX に行くと闇ラミが出てきたりだとかみたいなフィールドをある程度固定になっているポケモンもいたりはするんですが、そんな感じとなっております。さあ、それではですね、各項目の詳細について見ていきたいなと思います。ここにもね、結構いろんなヒントが隠れていたりするので、ちょっとね、もう分かってるよという方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、ざっと見ておこうかなと思います。まず、ラティアスの羽毛についてです。イベント交換所で他の道具と交換するためのアイテムです。所持数はイベント交換所で確認できます。道具バッグには入りません。イベント期間中のみ手に入ります。イベント期間終了後でもイベント交換所の交換可能期間内であれば、終わった次の水曜日までであればポケモンの落とし物と道具を交換できます。交換期間終了後、ポケモンの落とし物はなくなりますということで、何かにね勝手に変換されたりもしないので、必ず使い切ってラティアスリサーチが終わった次の水曜日までには必ず使い切ってこのイベントを終えていただくようにしてください。そんなラティアスの羽毛の入手方法です。ここもねざっといきたいと思います。開催フィールドでの睡眠リサーチ、ラティアスの羽毛の主な入手手段です。主な入手手段、睡眠リサーチ。1日2回目の睡眠リサーチでは入手することができません。ポケモンの種類や寝顔の種類に応じて入手できるラティアスの羽毛の数が異なります。得意なもの、スキルのポケモンはリサーチした時に入手できるラティアスの羽毛の量が多くなっていますということで、スキルのポケモンを見つけられれば見つけられるほどこのラティアスの羽毛的には有利ということになっているんですが、どこのフィールドもスキルのポケモンはたくさんいるので、それなりにゲットできるんじゃないかなとは思っております。また EX は確かね、若干その寝顔のレアリティに応じてもらえる落とし物がね、若干増えてたかなと思いますが、基本的にはその若草 EX って寝顔のレアリティがあんまり上がりづらいフィールドではあるので、トータル若干他のフィールドよりは羽毛の期待値は下がるのかなと思います。そんな感じで睡眠リサーチがラティアスの羽毛の主な入手手段となっておりまして、限定ミッションでも羽毛をゲットすることができまして、ラティアスリサーチパック、ラティアススパートパックにもこのラティアスの羽毛が入っていて、ソーシャルリサーチでフレンドさんからもラティアスの羽毛が送られてきますので、なるべくフレンドは全て埋めた状態でこのイベントに臨めると良いのかなと思います。またメインメニューにソーシャルリサーチボタンのないリサーチャーの皆様にはプレゼントがあります。これは15歳未満でしたっけね。の年齢でこのポケモンスリープを遊ばれている方はソーシャルリサーチボタンがないはずなので、プレゼントが各週70個ずつもらえるということになっております。そんなラティアスの羽毛の入手経路となっております。さあ、そしてイベント交換所についてです。ラティアスの羽毛を下記の道具と交換できます。ラティアスのお香、ラティアスサブレ、メインスキルの種など、さらに開催2週目には少しお得なラティアスのお香、ラティアスサブレが少量追加されます。ラストスパートのチャンスをお見逃しなくということで、昨年のクレセリア対ダークライではお香とサブレ2つずつ追加されておりましたね。あと万能飴 S が追加されてたりもしました。そんな感じですね。さあ、そしてポケモンのお香についてです。ここがね、若干ライコエンテ水訓リサーチのところとはほんのりね違うことになっております。睡眠計測をする前にホーム画面のキャンプセットの横にあるお香欄にセットすると、次の睡眠リサーチで必ず対象のポケモンに出会えます。セットしたお香は睡眠リサーチで消費されるまで道具バッグの中にあるものとしてカウントされます。ラティアスのお香に関する注意事項。開催期間後も道具バッグに残り使うことができます。ラティアスのお香は道具バッグに最大1個まで所持することができますということで、これまでの伝説ポケモンのお香と同じく持ち越せる分は1個だけということになっていますが、ラティアスのお香に関してはそのライコエンテ水訓リサーチが来てた時はありとあらゆるフィールドで、その本来ライコーが出現しないフィールドでもライコーのお香を置くことができてたんですよね。なんですけど、ラティアスにはこの記述がないので、基本的にそもそもラティアスが出現するフィールドがこの若草、ラピス、アンバー、若草 EX の4フィールドということになるんだろうなと思うんですが、そのねイベント期間終了後にこの4フィールド以外のフィールドに行った場合はお香を新たに使って別のまだねイベント交換所が閉まる前に新しいお香を買うということができなくなっているので、ちょっとねそこだけご注意いただけたらなと思います。そんなねポケモンのお香について
でした。そしてラティアスサブレ、これもいつものやつですね。イベント期間中、ラティアスにのみ使うことができます。ラティアスサブレ1個につきラティアスのフレンドポイントが6増えます。イベント交換所の交換期間終了後、所持しているラティアスサブレは自動でスーパーサブレに変換されますということで、ラティアス専用6ゲージ進めることのできるサブレがとなっております。おそらくラティアスもゲージ30ゲージの伝説のポケモンということになるんじゃないかなと思います。なるべくね、仲良しのお子とかを持ってる場合は一緒に置いて寝たりして、ラティアスにチャンスついたらめちゃめちゃ美味しいよねみたいな感じがあったりなどもしますね。さあ、そしてここね、めちゃくちゃテンション上がりました。特別なポケモンについてです。ラティアスは特別なポケモンです。特別なポケモンは同じチームに1匹のみ編成することができます。今後例外が生じる場合がありますという意味深な一文が追加されております。今までこんなこと書かれてなかったんですよ。これラティアスとラティオスだけはもしかしたら一緒に編成できるということの予告なんじゃないかなと、このタイミングで出されたら考えちゃいますよね。ということで今後例外が生じる場合があるんだそうです。そして複数匹仲間にすることは可能です。そして仲間にした各1匹目の性格サブスキルが全リサーチャーで同一のものになりますということで、いわゆるお通しと呼ばれている仕様になりますね。伝説のポケモンたちは必ずこのお通しの仕様があります。サブスキル的には睡眠 EXP ボーナス、スキルレベルアップ S、最大所持数アップ L、お手伝いスピード S、スキル確率アップ S、そして性格無補正というのが1匹目の伝説のポケモンの特徴となっております。ライコウ、エンテ、スイ君が性格真面目で、クレセリアが性格頑張り屋無補正で、ダークライはテレアとかだったりしたので、一体ラティアス、ラティオスは何になるんでしょうかね。そんな感じで1匹目のみこのサブスキル性格固定となります。食材はそのポケモンによって変化します。そんな特別なポケモンです。今後の例外に期待したいなと思います。その他注意事項なんですが、特筆すべきところは特にありませんでしたかね。イベントキャンペーンのボーナス効果によって各メインスキルのレベル上限を超えることはありません。これ他のイベントもそうなんですけれども、スキルレベルプラス5をされたからといって現在8の夢のかけらゲットがスキルレベル13になるということはありません。そして、一応ですね、この一番下、異なるイベントキャンペーンによって同一のポケモンに対して色違いのポケモンと出会いやすくなるボーナスが複数かかっている場合、より出会いやすい方のボーナスが適用されますと書かれておりまして、そう伝えるの忘れてたんですが、このイベント期間中2週目にはニュームーンデーが被るはずですね。新月がおそらく17日4月17日になるかなと思うので、16、17、18は2週目の木金土はニュームーンデーとなるかなと思います。なのでこれが書かれてるんだろうなと思うんですけど、複数かかるタイミングはなさそうなので、なんで書かれてるんだろうなという感じですね。ワンチャンなんか2週目に突然色違い出現確率が上がったりとかするんでしょうか。わかりませんが、基本的に EX の色違い出現確率アップ以外のボーナスは重複しないよということが書かれてあります。そんなラティアスリサーチとなっております。いやー、ということでなかなかはちゃめちゃなスキルのボーナスが告知されたりだとか、かなりね見どころのあるラティアスリサーチとなってますね。注意点についてざっくりまとめると、開催フィールドが4フィールドであること、そしてイベント交換所は終了後の水曜日まで空いていること、そしてラティアスの羽毛は期間終了までに必ずご自身で使い切ること、そして EX のランダムボーナスは木の実エナジー 2.4 倍になるであろうこと、若草は木の実ガチャになりそうなこと、2週目の木金土曜日はニュームーンデーになって色違い出現確率アップがありそうなので、2週目の EX は色違いラティアス狙いに使えるかもしれないこととかになるかなと思います。イベントでやること自体は基本的にはエナジーを稼いで羽毛をたくさん集めてお香と交換してラティアスをゲットしようというものになりますので、今からしっかり準備してラティアスリサーチに挑みましょう。もしかするとラティオスリサーチでも何かしら活躍してくれそうなので、厳選に気合が入りますね。
で、現時点でイベントで活躍できそうなポケモンたち、ちょっとね、並べてみました。このポケモンたちを来週のミニアメブーストで育てるなんていうのも悪くないかもしれませんね。おそらく木の実が固定になりそうなラピスのエスパー格闘草タイプとアンバーの虫毒ドラゴンタイプのスキル得意のポケモンたちになります。ここにオンバーンも追加されると思われますし、ラティアス自身もエスパーかドラゴンのスキル得意になるんじゃないかなとは思いますね。彼らが特に2周目では木の実プラス1個で暴れてくれるかもしれませんね。やっぱりね、注目株はスキルのポケモンみたいな顔してるんですけど、ほぼ木の実得意ポケモンといって差し支えなさそうな樹海院。樹海院はね、木の実プラス1個の恩恵があまりにも大きいんですけれども、通常のお手伝いのみプラス1個になりますので、いつの間に育成になってしまうとこの効果適用されなくなってしまいますし、もちろんスキルの発動抽選もされないということになります。もともと木の実 S 樹海院を採用されている方なんかは、それなりにはアプリを開ける方でないと活かしきるのは難しいかもしれないっていうのは頭の片隅に入れておけるといいんじゃないかなと思います。一応ね、所持数アップもあるんですが、それでもそれなりに爆速で所持数埋まりかねないかなとは思うので、ちょっとね、手持ちポケモンの能力をチェックして、実はね、誰が活躍できそうかっていうのはね、考えてみてほしいなと思います。他にはね、最近強化されたヘラクロスなんかもお手スピ爆速で、それなりに木の実エナジーにも期待できそうだったり、スキルレベルを上げなくてもレベル6にはなってくれたりだとか、ツボツボもね、木の実プラス1個はそこまで強くないんですけど、金種なしでそのままチームに入れても活躍できそうだったりとか、あとはやっぱクレセリアだったりエスパーチーム、もうなかなかすんごいことになりそうですね。ほとんどスキルのポケモンで埋めても木の実ドシャドシャ持ってきてくれそうなので、ラピスの樹海院やクレセリアチーム、とんでもないことになるかもしれません。あとはね、オンバーンやラティアスも原作ゲームではかなり素早さの高いポケモンとなっているので、もしかするとこっちでもドラゴンだけどお手伝いスピード速くて木の実プラス1個の恩恵がめちゃめちゃでかいとかになるかもしれません。この2体はね、育てるのが大変だとは思うんですけど、人によってはゲット即戦力にしちゃうなんていうこともできるかもしれないなとは思いますね。で、ラティアスの能力の詳細についてこのタイミングで発表されなかったんですよね。そこがちょっとね、個人的には不可解というか、前回のクレセリア対ダークライの時はこのイベントの詳細と一緒のタイミングでクレセリアの能力紹介がされてたんですよね。三日月の祈り持ってますよみたいな、結構木の実得意プラス元気オールのスキルですよみたいなのがもうこの時点では発表されてたんですけど、ラティアスは隠しておかなければいけない要素とかあるんでしょうかね。シンプルに明日とかに来るんですかね。そんな感じでちょっとね、ラティアスももしかすると即戦力になれるかもしれないので注目していきたいなと思います。ってことでね、今週の夢のかけらゲットウィークもしっかりとかけら稼いで、来週のスキルピックアップウィークも楽しみつつ、ラティアスリサーチに向けての準備と行くフィールドをね、考えていきましょう。もしね、EX ガチャしたいぜっていう方は3月分のチケットを交換しておくことも考えておいてください。といったラティアスリサーチ解説でした。ぜひね、現時点での皆さんの行きたいフィールドだったり、活躍させたいポケモンなんかね、思いつくもの何でもコメントいただけますと幸いです。お待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと、ニュームーンデーの時に色違いラティアスに出会える確率が上がるかもしれない得が積まれますので、何卒よろしくお願いいたします。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではね、オンバーンも活躍できる可能性ぐっと上がった気がするので、オンバーンのスキルにもがぜん注目したいところですね。月曜日に新ポケ解説動画も作るだろうなと思っておりますので、そちらもお楽しみに。そしてラティアスの詳細もいつ来るんでしょうかね。なるべくすぐ動画作りたいなとは思ってるんですが、頑張りますそんなわけでラティアスリサーチに向けてしっかりと準備していきましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。